はい、こんにちは、サウンです。今日は東京の最後の日で大阪に行く日なんですけど、ホテルから出て浅草から東京駅まで行こうと思います。銀座線も今日で最後なんですね。なんか黄色の銀座線がめっちゃ可愛くて印象が一番残ってる電車だと思います。東京の中でですね。朝から頑張って東京駅まで向かっています。いつも自撮り撮るときはこうやって前髪をずっと触ったりいじったりしていますよね。やっと東京駅に着きました。人がいっぱいいたし、本当にどこで乗ってどうやって行くか全然知らなくて迷子になっちゃいましたけど、これから頑張って行こうと思います。結局駅部員さんを探して聞こうと思います。すいません。新幹線予約したんですけど、友達がこんな QR コードだけ送ってもらって、派遣しなきゃいけないんですよね。派遣しないと受け取れなくて、QR コード、券売機だったらすぐ左手にます。ここではだけ聞いないんです。窓口ではないので、その切符売り場右手のところで、受付コードを見せていただければ、窓口、ただちょっと混んでるって言ってたので、機械はすぐそこなので、QR コードから。でも韓国人だから日本語はじゃあ、切符売り場でお願いします。ありがとうございます。人いっぱいいてちょっとうるさかったし、早口だったから聞き取れなかったんですけど、とりあえず適当に行こうと思います。すぐ隣にチケットを現売するところがあって、そこでもう一回聞こうと思って並んでいます。現売のところも本当に人が多くて、やっぱり予約しなかったら今日乗れなかったかもしれなかったかなとか思いました。友達からこんな QR コードで予約されたんです。 QR コードはここ使えないので、改札越えた先左に向かうと券売機が並んでいるので、そちらでお願いします。機械だけでなんですか？はい。交換できるのはそこの機械だけなんですか？はい、機械だけです。QR コードは窓口使えないので。はい。ありがとうございます。僕が予約した QR コードは券売機で直接取んなきゃいけなくて、それをやっと券売機があるところに行って取ると思います。こんな感じの自販機で、言語設定も韓国語、英語、日本語、いろんな言語でできたんですけど、韓国語で見てもどんな感じが全然わかんなくて、英語に返してみたり、結局は日本語で返してみたんですけど、どう見てもわかんなくて、隣の人にちょっと手伝ってもらいました。すいません。これ交換したいんですけど、ここどうやってったらいいですか？よくわかんなくて、もし忙しかったら大丈夫です。でも、これだから、で、これでやってこれなんですよね、発見。そうです、そうです。確認したら大丈夫。カードや切符の取り忘れにご注意ください。発見しています。切符をお受け取りください。いらっしゃいませ。無事にティケットを買って、これからは東京駅をちょっと回ってみようと思います。いろんなところがいっぱいお店があったから、だから韓国と違う日本は駅弁とかが有名かなと思いました。駅弁が本当に食べたくて、日本だったら駅弁ってイメージがあって、そのために新幹線乗ったし、ここで駅弁を買おうと思います。種類がいっぱいあって何を買おうかずっと迷ったんですけど、隣にいるカップルさんにおすすめされて、1個を選んで買いました。新幹線の乗り場に来ました。まだまだ時間は残ってるから、ここでちょっと待ってて、新幹線乗ると思います。ここでもずっと不安だったので、前に並ぶ人にここが合ってますかとかめっちゃ聞きました。やっと新幹線乗っ
って出発しようと思います。その時はまだマスクしなきゃいけない時だったので、マスクしてちゃんと新幹線乗ろうと思います。おすすめされたのは、このチキン南蛮と唐揚げのお弁当だったんですけど、唐揚げは食べたことあるから、初めて食べるチキン南蛮にして、それを食べながら大阪まで行こうと思います。新幹線は韓国の KTX とは別にあんまり違いはなかったんですけど、やっぱり外から見る景色はめっちゃ日本っぽくて、なんかそこから来る感動とかがありました。本当にやっぱり日本だなみたいな。それで移動するときにそれが富士山かは知らんけど、富士山みたいな山が見えて、それもちょっと撮ってみました。そこにいた時が2月の末だったんですけど、東京はそんな寒くなかったんですけど、今大阪に行く間に雪が溜まってるところも見つけて、本当に不思議で撮ってみましたけど、日本は大きいから地域によって季節とか天気とかの違いが結構あるんだなとか思いました。やっと新大阪駅に着きました。着いたら関西弁がめっちゃ聞こえて、やっぱり関東と関西ちょっと違うなとか思ったし、今はすぐ感じなかったんですけど、どんどんやっぱり関西だなみたいな感じがしました。チェックイン時間までちょっとあったので、これからはこの電車を乗って前から行きたかった万博記念公園に行こうと思います。万博記念公園はこんなモノレールを乗って行くしかないんですけど、このモノレールが本当に日本っぽい感じで、そこに座ってる人たちも日本っぽい感じだったから撮ってみました。やっと万博記念公園駅に着きました。ここが太陽の塔が有名だから、それを見に来ましたんですけど、降りたらすぐ、遠いんですけど、めっちゃ大きいな太陽の塔が目の前に見えて、ここからもうずっと太陽の塔を撮りながら行っていました。公園の中に入りました。ここからまっすぐ行ったら公園の入り口なんで、ここをゆっくり歩いて公園の中に入ろうと思います。公園に近づくほどその太陽の塔がどんどん大きくなってって、どんどんドキドキしちゃって楽しみにしています。ここに入るときには大人は260円ぐらいかかるので、そこからチケットを買って入ろうと思います。その自販機も最初の時は日本語ばっかなかったからちょっと不安だったんですけど、やっとちょっと慣れて買って公園に入りました。公園に入ったらすぐ前に一番有名な太陽の塔が見えます。その公園の中にも家族とかカップルとかが遊びに来る感じで、一人で来た人は僕しかなかったんです。地図はこんな感じで本当に広い公園だったんですけど、建物がその広い空間に一個ずつ遠い距離であったから、中には入れなくて一回だけ回ってみようと思います。こんな案内文があったんですけど、その中の案内がその時はすぐ読めなかったので、ちょっと撮って後で見ようかなと思ってちょっと撮りました。その公園の中ではなくて外でショッピングモールみたいなところもあったんですけど、そこで日本で一番大きい観覧車があるところがあって、公園の中からも見えてちょっと撮ってみました。太陽の塔の後ろ姿もこんな感じだったんですけど、僕が見た漫画本は20世紀少年だったから、そこの後ろ姿を見た記憶はなかったんですけど、後ろもちゃんと太陽があるのだなと思いました。これからはこのエクスポシティって書いてあるところ、ここに入って、今時間がないからそのショッピングモールは見えないと思ったので、これからは観覧車を見に行こうと思います。本当に天気が良すぎて楽しかったです。普通の観覧車だと思って自信満々で入ったんですけど、
その観覧車の下も透明だったから、今ちょっとビビって、いや、やばいなと思って、その1回回るのが20分かかりますけど、その20分間頑張って乗ろうと思います。天気はめっちゃ良かったんですけど、風がひどくて、なんか風のせいでちょっと観覧車が動いちゃって、それも本当にビビっちゃったんですけど、まあ、今動画で見たらこんな景色が見られて、それは本当にいいんだなと思いました。その時を僕をちょっと自撮りで撮ったんですけど、その時の僕を見たら、最初はまあ普通になんか動画撮ったりしたんですけど、どんどん時間が過ぎたら過ぎるほど顔が真っ白になって怖いってめっちゃ言ってるし、めっちゃなんかビビった顔で20分間頑張りました。チェックインしてここから難波に来ました。めっちゃ久しぶりに来る難波だったんですけど、人がめっちゃ多かったし、なんかこれからは漫画本買おうと思って、その難波にいる蔦屋に来ました。なんか韓国でも有名な東京リベンジャーズとか呪術廻戦はここでも大きい、イベントっていうか広告をしていたから、なんかめちゃ嬉しくてちょっと撮ってみました。でもここで僕が買いたい漫画本は前からずっと集まってた僕のヒーローアカデミアだったので、ここに見える僕のヒーローアカデミアを買おうと思います。そこの地下にいたら、僕が中学生の時から好きだったジャニーズのカトゥーンの PV があって、なんか嬉しくてちょっと撮ったんですけど、今は3人になってたのを見て、ちょっとだけ悲しかったんです。あとは友達と飲み会でした。飲み会から帰ってきた後からは、なんか韓国でも今めっちゃ流行ってる浅いビール、生ビールみたいな感じのやつを、その時は韓国では売ってなかったので、買って飲みたいなと思って買ってみましたけど、泡がめっちゃ多くてなんかやばかったんですよ。こんな感じになってて。泡全部振ってみたらこんな感じになってて、めっちゃ生ビールみたいな感じで、本当に美味しかったです。なんか初めてするのが多くて、ちょっと緊張したんですけど、皆さんどうでしたか？この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価お願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。